先史時代のタイ。今から1万7000年前、地球は最終氷期という氷河期のただ中にありました。海水面は現在より100メートル以上低く、タイを含む東南アジアの大陸部は南のインドネシアなどの諸島部とスンダランドと呼ばれる陸地でつながっていました。氷河期は1万1000年前に終わり、東南アジアは次第に暖かくなっていきます。ミャンマー国境付近のタナウスイ山脈では、日本の縄文人とほとんど同じ DNA 型のホアビニアンという民族グループが川で採れた小石を使って道具を作り、狩猟や採集を始めました。雨季には洞窟や岩陰で過ごしていたと見られています。北極や南極の氷河が徐々に溶け出してきて、紀元前6650年頃になると海水面は上昇し、現在の海抜に対して4メートル高くなってタイ中央平野が水没しました。その後、海面が低くなるにつれて海岸線は再び南へと移動し、紀元前3000年頃にはそれまで水没していたバンコクが地表に姿を現すようになります。紀元前2000年頃になると、中国の長江流域で行われていた稲作が畜産、土器、土葬の習慣とともに東シナ海の沿岸部を伝って東南アジアの大陸部にもたらされました。タイにおける稲作はロップリーなど主に中央平野の周縁部で行われましたが、日本とは違って農耕社会に移行することはありませんでした。人口が少なく狩猟採集を続けていた方が効率が良かったからです。タイは今でこそ農業国として知られていますが、農耕社会を形成するのには不向きな土地柄でした。中央平野は熱帯雨林特有のうっそうとした密林に覆われていて、さまざまな肉食動物や毒蛇が跋扈し、さらにコレラなどの細菌、デング熱などのウイルス、マラリアを媒介する寄生虫などが至る所にはびこっていたんです。そのため人々の寿命は短く、人口の増加も他の地域に比べて緩やかなものでした。この時代のタイの人口を推計するのは難しいですが、だいたい5000人から5万人の範囲にとどまっていたと考えていいと思います。1平方キロメートルあたり 0.01 人から 0.1 人程度の人口密度ですから、ほとんど無人と言っていいような状態でした。集落は分散して形成されました。集落同士の交流はあまりなく、20キロメートルしか離れていない2つの村が数百年にもわたって完全に異なる様式の土器を作り続けているなんてことも普通にありました。同じ頃、チャンボリー県北部のコパノムリーに数百人規模の集落が現れました。人々は海で魚を、山で獣を取り、陸地で植物を採集していたと見られています。花崗岩を加工した桑、貝殻を加工した刃物、装飾のある大型の土器が発見されています。この集落は紀元前1600年頃に放棄されました。紀元前1250年頃に青銅器の技術が中国の南部からもたらされました。ロップリー県のカウォンクラチャンでは銅の採掘所跡が見つかっています。青銅は普通、斧の頭の部分や裁縫用の針など実用的なものに使われますが、ここで作られた青銅器は主に装飾品として用いられました。紀元前500年頃になると、タイは現在と同じサバナ気候になり、中央平野の海岸線も現在の位置にまで南下します。インドからもたらされた技術で鉄器の生産が始まり、鉄製の武器や農機具が作られました。それまでの集落は多くても数百人の規模でしたが、鉄器時代に入ると2000人規模の集落が現れるようになります。人口が増えてきたんです。その頃のタイの人口は5万人から10万人だったと見られています。発見された遺跡の中には高台に設けられた環濠集落の跡もあります。集落を囲っていた堀は防衛や灌漑のためではなく、1年を通して生活用水を安定的に供給するために作られました。タイ中央平野の西側ではスリーパゴダパスを経由してインドとの交易が行われていたとみられ、この時代の墓からはインドの宗教的な文様が刻まれた土器が発見されています。これは支配階級が現れたことを意味しています。しかし、この時代のタイにタイ語を話す人々や現在のタイ人と同じ DNA 型を持つ人々はいませんでした。この時代の遺跡から発掘された人骨を DNA 分析にかけたところ、モーン・クメール語を話す民族、ヤクン族あるいはニエクン族と呼ばれる少数民族のものと一致しました。この DNA 型は現在のミャンマーにいるモーン族より現在のクメール人に近いものです。ヤクン族はタイ語ではチャーボン族とも呼ばれていて、タイ東北部のチェイヤプーン県に5000人ほどが住んでいます。その頃、タイ族の祖先にあたる越人は中国の長江以南の地域に住んでいました。
中国秦の記録によると、稲を栽培し、釘を使わない高床式の家を建て、体に入れ墨をし、歯を装飾し、蚕を飼育し、儀式に銅鉱を使用し、蛇、カエル、鳥を守護霊として崇拝し、鶏の骨で占いを行い、掛け合いの歌を好み、女性を働かせていたといいます。漢民族が長江以南に侵入してくるようになると、越人のほとんどは漢民族に同化しましたが、一部は抵抗して中国南西部の山々に囲まれた谷へと逃れます。紀元前220年頃の記録によると、漢民族は山や森の奥深くに逃げ込んだ越人を討伐することに失敗していたようです。この越人の生き残りたちがその後のタイ語族を形成していくことになります。東南アジアのインド化。現在のタイの領域が歴史書に初めて登場するのは、紀元前400年頃に書かれたインドの経典です。ソバルラディ、すなわちソワンナコームとして記録に残っています。黄金の大地という意味の言葉で、スマトラ島やマレー半島で発見された金に由来していると言われています。現在のチュンポーン県にあたるカオサムケアでは、インド洋と東シナ海を結ぶ交易路の中継地点としてインド様式の集落が築かれました。石材、ガラス、陶器、金属製品が生産され、米、豆類、綿、ゴマが栽培されていたといいます。マハウォーンというスリランカの年代記には、紀元前250年頃に2人の仏教僧がスワンナコームを訪れたという記録があります。西暦100年頃、中国の僧たちが仏教の経典や遺物を求め、東南アジアの大陸部を横断してインドやスリランカへと向かいました。中国の宮廷も人口の最高の産地としてタイ南部のマレー半島に着目するようになります。人口とは線香にも使われる香木のことです。西暦400年頃、マレー半島のケダ付近にインドの船乗りたちが仏塔を作りました。ナコンシータムラーの近くではバラモン教の寺院が建設され、中国の南宋にはパンパン国として朝貢に来た記録が残っています。西暦500年頃になると、ブラーフミー文字と呼ばれる南インドの文字で書かれた碑文が作られるようになります。語彙にはモーン語とサンスクリット語が使われていて、仏教の経典からの引用部分にはパーリ語が使われています。歴史の教科書でインド化として紹介される現象は、だいたいこの頃に発生したものです。インドで1000年近くかけて育まれてきた生活規範がインドの神々と共に東南アジアへともたらされ、タイの中央平野にも都市が作られるようになりました。この頃のタイの人口は50万人程度で、人口密度は1平方キロメートルあたり約1人。同じ時代の中国やインドの2割以下という人がまばらな地域でした。タイにおける最初の都市は現在のスパンブリー県に作られたポートーンで 1.7km×0.8km のホラ貝の形をしていました。川の流れが変わったことから9世紀頃に放棄されています。最大の都市は700年頃に建設されたナコンパトームです。3.7km×2.0km の規模を誇り、中心部にはカパトーム仏塔、周囲には堀があり、町を通る運河までありました。2番目に大きかった都市はペシャボーン県にあるシーテーです。ラテライトブロックで作られたカオカンナーという64メートル四方、高さ20メートルの遺跡があることで知られています。後にラウォーとなるラフプルは現在のロップリーにあったとみられます。その後の土地開発のため、当時の状況についてはよくわからなくなっています。都市は中央平野の内陸部だけではなく、沿岸部にも建設されました。チョンブリー県のヌンハロとプラチンブリー県のシーマホソウでは 1.4km×0.8km の都市の跡が見つかっています。この時代の中国の記録の中にはこれらの遺跡についていくつか言及しているものがありますが、実際にどこにあったのかを特定することはできません。もし仮に特定できたような気がしても、その多くはかなり無理をしてこじつけをした結果です。タイで碑文が作られるようになったのは500年以降のことで、しかもモーン語やインドの言葉で書かれていたからです。ドバーラバティ。西暦の600年頃、中国唐の資料にトフローポティという国が登場します。日本語ではドバーラバティ、タイ語ではタワンワディと言います。安南の仏教僧がスリランカとインドへ移動するときに、そこから船に乗ったという記録と、三蔵法師として知られるチェンザーが現在のカンボジアとミャンマーの間にある国として誰かから聞いたという記録をもとに書かれたものです。638年、640年、649年の計3回、ドバーラバティからの兆候があったという記録もあります。
他の一次資料は見つかっておらず、これだけの資料ではどこにドバーラバティがあったのかを特定することはできません。ドバーラバティというのはインドの文献に登場する多くの門があるクリシュナの都市という意味の言葉で、インド、アラカン、ビルマ、カンボジアでも地名として使われていました。これらと同じように現在のタイにもドバーラバティを名乗る都市があったと考えるのが自然です。つまり現在のタイの国内、もしくはその周辺国にあった都市の一つ、あるいは複数の都市がドバーラバティだったのであり、どこかにドバーラバティという名前の統一王朝があったわけではないのです。タイにおける歴史学、とりわけ美術史の分野では、6世紀から11世紀の間にナコンパトームを中心に北、南、東へと広がっていった美術や建築様式のことがドバーラバティであると説明されています。スコータイで発見された第2碑文と第11碑文に登場するクリシュナの都市ナコンパクリスナという地名が現在のナコンパトームの場所を示しているからです。また10カ所以上の遺跡で発見された装飾品に刻まれている栄光あるドバーラバティの主の功徳という文字や、ナコンラシャシーマー付近で発見された碑文のドバーラバティの主の娘王妃がこの像を建立した、これは如来のという記述もタイの中央平野にドバーラバティがあったことの証拠だとされています。中国の歴史書にはこれとは別に古代モンゴで5つの国を意味するテンシェという国についての記述があります。コントゥはカンチャナブリー県、ドンメナンムンはナコンサワン県、シムホソはプラチンブリー県、ヌンセーマーはナコンラシャシーマー県にあって、それぞれタイ中央平野から東西に伸びる交易路沿いにありました。高価で珍しい品々が銀や鉛で作られた種子のような形をした硬貨で取引されていると記録されています。これらの都市の遺跡ではローマのコイン、インドや中国の陶器などが発掘されています。この時代にタイ国内で作られた碑文はほとんどありません。同じ時期のクメール地域、現在のカンボジアやベトナム南部で作られたものに比べると圧倒的に数が少ないんです。モーン語などの土着言語で書かれていて、一般人の手によって作られたものとみられ、王のような強大な力を持つ指導者がいなかったことを表しています。神の庇護を意味するバルマンや支配者を意味するイーシュバラといったインドの影響を受けた称号や名前を名乗る人物もいましたが、それらはいずれも小規模な都市の有力者に過ぎず、王のように広大な領域を支配していたわけではありません。タイ族の存在を歴史書で最初に確認できるのは大体この辺りのことです。中国の登場にはヤオという名前の民族として登場します。724年呉慶、現在の中国湖南省常徳県の首領譚信章が20万人規模の反乱を起こしました。唐の武将ヤンスッシーによって鎮圧されて、反乱に参加した2万人が処刑されます。726年にも揚州風領、現在の広西チワン族自治区南寧市付近の領の首領チェンシンファンが南越の王を自称して40万人規模の反乱を起こしますが、ヤンスッシーによって再び鎮圧されて、そこでも6万人が処刑されました。756年には広西でファン・チェンヤオとチェン・チョンユの2人が20万人を率いて4年間にわたる反乱を起こします。こうしてタイ族は南下してきた漢民族の支配に抵抗しながらも徐々に南へと押し出されていくことになります。アンコール朝とラオウという都市。東の隣国カンボジアには東南アジア最大の淡水湖トンレサップ湖があります。農民たちはこの豊かな水資源を活用し、貯水技術を発展させることで農作物の大量生産に成功しました。都市への食料供給が安定するようになると人口は急速に増えていきます。西暦の800年頃、トンレサップ湖の北部を治めていたクメール人は豊富な人的資源を利用して近くにアンコールという都市を建設しました。古今東西空前絶後の美しさだったといいます。クメール様式の都市はアンコール様式の寺院を中心に四角形に整備され、バライと呼ばれる長方形の人工貯水池を備えています。アンコール様式の寺院はヒンドゥー教の宇宙観を象徴する須弥山を模したピラミッド型をしていて、ハスのつぼみをかたどった塔が特徴的です。中央にはシバ神やビシュヌ神などのヒンドゥー教の神々を祀る神殿があります。この時期に人口が増えたクメール地域からまだ人がまばらだったタイの地域への移民があったと考えられています。800年代後半、タイ中央平野にあるシーテー、ヌンセーマー、シーマホーソーの3都市にアンコール様式の寺院が建てられました。
ムンセイマーでは仏教からヒンドゥー教のシバ派へと改宗が進み、868年にはシバ神を象徴する偶像シバリンガの建立を記念するクメール語の碑文が建てられています。ナコンパトム、ロッブリー、ラッブリー、ペッブリーなどの既存の町にもクメール様式の都市とアンコール様式の寺院が建設されました。それまで川の湾曲部を利用したホラ貝型の環合集落だった町は、周囲を堀に囲まれた長方形の都市へと姿を変えていきます。クメール様式、アンコール様式の影響はタイ中央平野の周辺部にまで及び、スリーパゴダパスへの交易路上にはムンシン、ジョパヤ川の上流にはスコータイとシーサシャナンライが建設されました。その頃のタイ人はどうしていたのかというと、860年代に現在の中国雲南省大理市付近にあった南省と北ベトナムからの襲撃を受けて3万人が斬首されています。こうしてタイ族は中国南部からの移住を始めました。8世紀から10世紀にかけて小規模なグループに分かれ、何十年もかけてそれぞれ別々に移動したようです。それらのうち現在タイ人と呼ばれている人々はベトナムの黄河もしくは国河沿いに北西の山間部へ入り、中国西南部の大理国現在の雲南省付近に移動したと見られています。その頃のベトナムには2000人から3000人の蛮族が通過していったという記録があります。話を現在のタイの領域に戻します。950年頃、現在のタイ中部ロッブリーにあったラウォーという都市がアンコールの支配下に入りました。ラバプラとも呼ばれていたようです。シロコウォー、属国ラウォーと書かれたクメール語の碑文が見つかっています。ラウォーのモーン族たちはクメール人に占拠されて居場所を失い、タイの北部へと逃れてランプーンを建設しました。当時のランプーンはハリプンチャイとも呼ばれています。その500年後に書かれたランナーの年代記によると、ラウォー国の王女プナンツァマテウィが663年にハリプンチャイ王国を起こしたということになっているんですが、どうやらこれはただの伝説だったようです。考古学的には否定されています。1002年、ラウォーでクメール王の意向に逆らう者は逮捕して尋問するといった内容の布告が出されました。1010年、モーン族のランプーンはラウォーへと攻め込んで、クメール人からラウォーを取り戻そうとしました。しかし、10年にも及ぶ戦いの末にナコンシータムラーのタンパンリンから送られてきた援軍に押し返されて、撤退を余儀なくされます。1080年、アンコールで14年間続いた内乱が終結しました。ナコンラシャシーマー付近のピマイを統治していたマヒントラプラ家のジャヤーバルマン6世が王位を簒奪して新たなクメール王となります。ピマイにある寺院はこの人物によって建てられたものです。マヒントラプラ家はアンコール朝成立以前のカンボジアに存在したチェンラ王家の血統を引くクメール人の一族です。現在のタイ国内にあった都市の領主がアンコールの首都ヤショーダラプラを支配したことから、一部のタイの学者はこれ以降のアンコールをコーム王国と呼んで、タイ人の祖先にあたるコーム人が統治したと主張しています。この歴史観を支持する学者たちのことをシロパワタナタム学派と言います。現代のタイ人によるクメールの歴史の再解釈、あるいは乗っ取りを図る試みの一つです。1100年頃、スリランカ王がジョーザブ仏教の相談を統一しました。この宗派のことをランカ式、あるいはランカ仏教と言います。1200年頃にかけて仏教僧たちによってスリランカを中心とするネットワークが築かれ、海上貿易の活発化も相まって僧たちがヤカイ、サトゥム、プカーム、マトマ、ナコンシータマラー、スコータイ、チェンマイ、アユテヤーなどの都市を行き交うようになりました。経典や儀式がもたらされたほか、布に描かれた絵画や鋳造された板など持ち運び可能な工芸品が取引されました。1112年、アンコールで王位継承戦争が起こりました。ピマイを治めていたマヒントラプラ家の16歳の王子が正当な王位継承者ナリッパ・ティンドラーバルマン2世を破って簒奪に成功。スーリア・バルマン2世としてクメール王に即位しました。スーリア・バルマン2世は1122年にピマイにあったアンコール様式の寺院を大幅にスケールアップさせた壮大な建造物をそれまであった宮殿の南側に作りました。これがアンコールワットです。当初はヒンドゥー教ビシュヌ派の寺院として建立されましたが、その約450年後の1570年頃に仏教寺院へと転換されています。アンコールワットが完成すると、アンコールとクメール王の威信はかつてないほどまでに高まりました。
クメール文化圏はこれまでよりもさらに大きくなって、クメール様式の都市やアンコール様式の寺院がタイ東北部イーサーン地方の奥地にも建てられるようになります。1177年、アンコールの首都ヤショーダラプラはベトナムにあったチャム族の国チャンパによる奇襲を受けて陥落し、クメール王のトリブ・バナーディティアが処刑されました。チャンパ侵攻のためにクメール軍を率いていた将軍がヤショーダラプラを奪還し、1181年にジャヤーバルマン7世としてクメール王につきます。さらにチャンパに逆侵攻をかけて首都のビジャヤを征服しました。ベトナムのチャンパは1120年までの39年間アンコールの支配下に置かれます。ジャヤーバルマン7世はクメール王としては初の仏教徒で、ヤショーダラプラから数キロメートル離れたところにアンコールトムを建設し、そこに都を移しました。アンコールトムの中心にはバイヨンという大乗仏教の寺院が設けられます。この寺院はそれまでのアンコール様式とは別のバイヨン様式で建てられました。大乗仏教とは日本と同じ宗派、現在のタイの上座部仏教とは異なる宗派の仏教です。1191年にはジャヤーバルマン7世の王子がラウォーを治めていたという記録が残っています。現在のタイの領域におけるクメール人の支配領域はタイ中央平野の東側からイーサーン高地の南側にかけての地域に限られていたと考えていいと思います。このようなクメール文化とアンコール様式の都市の広がりをもとに、クメール帝国の支配領域が現在のラオスの奥地にまで膨張していったという見方もありますが、実際のところはそれぞれの都市の領主が自らの威信を高めるために独自にクメール文化を取り入れて、クメール様式の都市やアンコール様式の寺院を建設したり、クメール王から王女や称号を授かったりしていただけなのであって、必ずしも地域全体がアンコールのクメール王やその臣下によって統治されていたわけではないんです。アンコールには外政に関する碑文や浮き彫りが多数残されています。しかしそのほとんどは東側ベトナム方面についてのものばかりで、西側現在のタイの領域について言及しているものは一つしかありません。ドイツの歴史学者ヘルマン・クルケは、アンコールの経済は自給自足で資源にも恵まれていたから遠い辺境部まで支配して地方の領主から税を取り立てたり、地方の民衆を動員して兵士や労働力にしたりする必要がなかったと説明しています。クメール人のアンコールは当時東南アジア大陸部の他の勢力よりも圧倒的に豊かで、しかも強かったんです。タイ人の南下。タイ族がそれまで住んでいた中国南西部やミャンマーの東部から現在のタイの領域へと侵入してくるようになったのはだいたい1100年代の後半あたりのことです。タイ族はそれまでの習慣から山々に囲まれた盆地に定住することを好みました。しかし当時のタイは人口密度が低かったとはいえ無人であったわけではありません。当然そこに住んでいたモーン語系のモーン族やラワ族との衝突が発生することになります。例えばとある集落の有力者の娘に結婚を申し込んで宴席で酒に酔っているところを皆殺しにして集落を乗っ取ったり、コレラなどの病気を持ち込んで免疫を持たない人々を一網打尽にしたりといった伝説が残されています。仏教学者ドナルド・ケースウェアラーの釜伝説によると、タイ北部ランプーンのハリクンチャイが衰退したのはこの疫病のパターンだそうです。1050年から6年間にわたって流行したコレラで多くのモーン族が死に、その生き残りたちはミャンマーのパコーやマトマへ移住しました。タイ北部のチエンサエンでは大規模な洪水が発生して人々が流され、一人の老女を残してあとは全滅したといいます。戦争経験があまりないモーン語系のモーン族やラワ族に対してタイ族には長年にわたる漢民族との戦いを通じて定着した戦士文化がありました。タイ族は当時ものすごく強かったんです。例えば3人組のユニットを作って農作業をしたり戦闘に参加したりしていたといいます。前衛の1人が盾を構え、その後ろに隠れた2人が槍を投げるといった戦法が用いられました。タイ族はタイ北部の盆地を次々と制圧していく一方で平和的に同化していったという逸話もあります。1800年頃にスヤーム、現在のタイの属国チエンマイで書かれたスワンナカムデンの伝説によると、タイ族は黄金の鹿に導かれてチエンマイへとやってきて原住民との結婚を通じて平和で幸せな社会を築いたといいます。なんか嘘くさい話ですね。ランナーの年代記によると、タイ北部チエンサエンの領主マンライはモンゴルからの攻撃に備えるため1262年に本拠地をチエンライに移しました。
さらに1281年にランプーンのハリクンチャイを滅ぼし、1294年にはウェンクンカーム、現在のチエンマイの南郊外に本拠地を移しました。これがタイの北部で栄えたランナー王国の起源です。当時のタイ族には文字がなく、タイ族の南下について書かれた碑文もないので、ここからは1600年頃に書かれたランナー王国の年代記に登場するシンノワティクマーンの伝説をもとに話を進めていきます。ランナー王国で発生した跡目争いで敗れた一派はチエンマイから南へと逃れてカンパンペーを建設。別の一派はメコン川からイン川沿いに南下してパヤオを建設し、その後チャリアン、後の小さシャナーライへと移動しました。スコータイやアユッタヤーという都市。歴史の教科書ではスコータイ朝の成立後にアユタヤ朝が台頭し、最終的にアユタヤ朝がスコータイ朝を併合したと説明されることが多いんですが、どうやらそれは誤りだったようです。実際にはスコータイとアユタヤはほぼ同時期に建設され、しかも当時数十カ所あった都市国家の中で比較的強力だった都市の一つに過ぎませんでした。スコータイの起源は1200年頃に築かれたクメール様式の都市にあります。後に建てられた碑文によると、1200年代の初めにシーナウナムトゥムという将軍がチョパヤー川上流域の町々を襲撃し、モーン族との戦いに勝ってスコータイの町を手に入れたとされています。スコータイは近隣の小さシャナーライも支配し、それぞれの都市に大きな仏塔を建立しましたが、間もなく両都市とも失ってしまいました。この話はいかにも伝説的ですが、シーナウナムトゥムの息子パームーンは現在のペシャボーン県ロムサにあたるムンラーという都市を支配し、銭湯の像を持ち、国は金馬の木々に囲まれ、無数の都市の領主から敬意を払われていたといいます。アンコール朝のクメール王からはカマンテアンという称号が与えられ、王権の象徴である剣とクメール王の王女を妻として授けられました。一方、別の町の領主だったバンパンハオは兵を挙げてコムサバッコンランポンというクメールの称号を持つ人物からスコータイと小さシャナーライを奪い返してパームーンに献上しました。しかしパームーンはこれを辞退し、代わりに自身がクメール王から授かっていたシーインカーティという称号をバンパンハオに譲ってスコータイの新たな支配者として擁立しました。1200年代の後半、スコータイは南北からの人口流入を受けて、既存の集落の南側に新たに 1.9km×1.4km の堀と城壁に囲まれた比較的大きな町を建設し、そこに都市の中心部を移します。1292年のスコータイ第2碑文には様々な民族の称号が記されています。クメール系のカマンテアンやソムデ、モーン系のカやカヤー、インド系のラシャクマン、中国系のクン、タイ系のザオやタオなどが登場し、当時のスコータイが国際色豊かな都市だったことを物語っています。一方、タイ中部のアユテヤーの起源についてはあまりよく分かっていません。近くに蛇行する川があることから昔からの環濠集落があったのかもしれませんし、一部の歴史家は現在の市街地の東側にクメール様式の都市があったと主張しています。ワッマハターでは再利用されたとみられる石材の中からクメール様式の文様が見つかっています。アユテヤーの存在が歴史書で確認できるようになるのはだいたいこの辺りのことです。タイ中央平野ではアンコールが跡目争いに気を取られている隙をついて、現在のロッポリーにあたるラウォーが1255年から1289年の間にアンコールの支配から離脱しました。中国の明実録にはラウォーからシェン、後のアユテヤーが分離してラウォーから食料の供給を受けていたと記録されています。アユテヤーは雨季になると毎年1メートルほどの冠水に見舞われる塩分を多く含む湿地帯で、農業には向いていなかったんです。1282年、中国南宋の役人がモンゴルの侵攻から逃れるためにシェンの港にたどり着きました。シェンに中国人の居留地があることが知れ渡っていたようです。1292年、シェンは中国に使節を派遣し、翌年には中国側から返礼の使者が送られました。シェンが当時すでにそれなりに地位のある貿易港だったことが分かります。1295年、シェンは中国からマラユとジャンビへの攻撃を禁じられました。当時のシェンはマラッカ海峡を通過する中国貿易を独占していたスマトラ島の港湾都市連合、いわゆるシュリービジャヤと交易のシェアをめぐって争っていて、各地の港町を襲撃して回っていたんです。
1296年、中国の使者としてアンコールを訪れたチョ・ダコアは、アンコールが布や蚕を輸入している支援からたびたび襲撃を受け、苦しめられていると記録しています。こうしてアユテヤは貿易港としての力をつけていき、対中央平野の他の都市に対して優位に立つようになります。ここで再びスコータイの話に戻ります。バントアンハオの息子のラムラシャー、後にラムカムヘンとして知られることになる人物は、襲撃と婚姻同盟によって様々な都市を支配下に置きました。さらにタイ南部のナコンシータムラーからスコータイへやってきた仏教僧のために市街地の外に僧院を建てました。しかしラムラシャーの死後、スコータイは急速に衰退し、1300年代初頭になると10の地方都市のほか本拠地のスコータイまでもが離反してしまいます。1330年代には2人の僧がスコータイからマトマへ派遣され、5年間の修行を経て蘭花式の戒律に従って受戒しました。その5年後、2人は長老テーラーの資格を授かります。さらにパームーンの孫シーサターはスリランカへ向かい、1340年代の半ばに2つの仏教遺物と職人の一団を伴ってスコータイへ帰還し、シーサシャナーライにワシーシュンを建立しました。こうしてスコータイはタイ北部における仏教の中心地となりました。一方、タイ北部における政治の中心地は、よりたくさんの人口を支えられるピサヌローへと移ります。そこを拠点としていたバントアンハオの孫リタイはスコータイを奪還し、1350年代にはビン川、ヨム川、バサ川沿いへ遠征を行い、婚姻同盟を結ぶことで再び影響力を回復させました。リタイはピサヌロー領主の称号をラマハタムラシャーと定めました。ピサヌローは北部都市国家群の中では比較的規模の大きな都市でしたが、それ以上のものではありませんでした。広大な地域を支配していたわけでもありません。リタイの一族は各地に分かれ、次第に様々な都市の領主がラマハタムラシャーを名乗るようになります。これがいわゆるスコータイ王国と呼ばれる統一王朝が存在していなかったことの何よりの証です。もし従属国の領主が君主と同じ称号を語ったとしたら、それはとんでもない不敬になりますし、普通は反乱を起こしたとみなされて討伐の対象にされていてもおかしくないですからね。1357年、ピサヌロー領主のリタイは自身の統治の正当性を主張するために仏教的統治の実践を宣言しました。さらに1359年には僧院の長の後継者を指名し、1361年スコータイのワッマハターに大きな仏像を建立した上で自らも出家しました。こうしてスコータイはタイ北部における仏教の中心地、ピサヌローは北部都市国家群における有力都市、そしてアユテヤはタイ中央平野における交易都市としてそれぞれの影響力を強めていくことになります。こんにちは、なそうそうのさぎみやです。いかがでしたか？今回の動画ではタイの歴史を先史時代まで遡って、タイの北部でタイ人による都市国家群が形成されるところまでを皆さんと一緒に見てきました。日本の高校歴史教科書でタイ人初の王朝スコータイ朝が成立したと紹介されるところまでです。日本の歴史でいうと鎌倉時代の中頃までにあたります。皆さんが知っているタイの歴史とはもしかしたらいくつか違っていたところがあったかもしれませんが、西側世界におけるタイ研究の大家クリス・ベーカーとチュラロンコーン大学経済学部教授のパソポンパイチの2人が2017年に発表した論文「アユタヤの歴史初期近代世界におけるシャム」をもとに、その内容から逸脱しない範囲で私なりに分かりやすく説明したつもりです。タイの歴史には私が知っているだけでも5つのバリエーションがあります。もっとあるかもしれません。1つ目は1907年のラーマ5世の勅令によって作られたダムロン学派です。タイ国内の伝承を寄せ集めた千年物語で、歴代の国王たちの実績を称える内容のものです。国家と宗教と国王を民衆と結びつける目的で作られました。2つ目は1940年当時の芸術局長ロン・ウィチット・ワタカーンが提唱したファシズム史観です。自国の安全保障環境が日に日に厳しさを増していく中で、戦争に備えるために国民を団結させる目的で作られたものです。タイが歴史的に周辺国を支配していた地域大国だったことが強調されました。3つ目は1950年代に作家のモンラショウォン・ククリップラモーが提唱したタイらしさという概念です。当時の軍事独裁政権を正当化し、
さらにこの時盛んになりつつあった共産主義運動に対抗するためにタイの歴史を極端に美化することで国民を国家、宗教、国王陛下シャーササナーパマハカサのもとに団結させようとする試みの一つでした。4つ目は1980年代の中頃に提唱されたシロパワタナターム学派です。この頃になるとタイの歴史の信憑性について世界の歴史学者たちから疑いの目を向けられるようになり、タイの歴史学者たちはそれに対抗するために新たに東の隣国カンボジアの歴史を自国の歴史に取り込もうとする運動を始めたんです。そして最後の5つ目が今回ご紹介したタイ国外の学者たちの間で広く受け入れられている歴史観です。一般にどのような呼ばれ方をされているのかは知りませんが、 SNS コミュニティのタイ人たちの間ではクメール人史観やヨーロッパ中心主義史観などと揶揄されている歴史観です。日本の歴史教科書の記述はおおむね1つ目のダムロン学派をもとに書かれていて、そこから史実ではないと分かった部分を削除したものです。一方、タイ政府はこれだといった歴史観を提示していません。タイの歴史教育が弱いのはこれが原因なんですが、それぞれ少しずつ矛盾している4つの歴史観をふんわりと掛け合わせて場面によってうまいこと使い分けているようです。タイでは基本的に自国の歴史について深く突き詰めて考えることはあまり推奨されていません。全ての国民に現在の君主制の素晴らしさを知ってもらい、国を愛し反乱を起こさないでもらえればそれで十分だからです。歴史に興味のあるタイ人の間で広く人気を集めているのは4つ目のシロパワタナターム学派です。もしこの話題に興味をお持ちでしたら、タイ人と私たちとの歴史認識の違いについて説明している動画を別に用意していますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。これまで35分間にわたりお付き合いいただきましてありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。この動画には日本語版と日本語版を元に作った英語とタイ語の吹き替え版があります。外国語の学習にご活用いただければと思います。それと旧 Twitter の X では YouTube 動画作成の過程のほか、タイ語やタイの歴史の勉強についてのポストをしています。概要欄にリンクを貼っておきますので、合わせてお楽しみいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。